先日、日本の総理が日本の財政状況はギリシャよりも悪いというとんでも発言をしました。こちらは海外でも報道され、日本国内でもネット上ではざわつきましたが、野党からの強い批判もなく、なんとなくスルーされているような気がします。私は日本の与党にも野党にも絶望しながら過ごしておりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。この総理の発言は国会で行われたものとなり、とても看過できる発言ではなかったので、ちょっと見ていきたいと思います。石破首相のこの発言がなぜ大問題かというと、日本の財政状況は全く悪くないからです。各国のクレジットデフォルトスワップレートを見れば早いのですが、日本は20程度と極めて低く、アメリカの47やフランスの37よりも健全なところにあります。ちなみに G7 の中で一番低いのはドイツで13とダントツです。CDS レートとはデフォルトした時のための保険料のようなものなので、低ければ低いほど健全な値となります。つまりやばい国ほど保険料が高いという仕組みなんです。その他にも石破首相の発言が完全に間違っている証拠として日本のバランスシートがあります。バランスシートを見れば一目瞭然ですが、ここは少しトリッキーでミスリーディングになっているので、皆さんお気をつけください。財務省のホームページで政府のバランスシートを見ようとすると、国の財務書類ダッシュボードなるものに一番最初にたどり着きます。これによると負債合計が1473兆円、資産778兆円で695兆円の債務超過と出てきます。これはあくまで単体ベースなので、連結の書類を見ることが大切です。直近令和5年度の政府の連結ベースのバランスシートを見てみると、負債がおよそ1500兆円、資産がおよそ1000兆円となっています。これだとまだ500兆円の債務超過となってしまいます。しかし、この財務省が作った連結ベースの資料には大事な項目が抜けているんです。日銀は株式会社ではないんですが、出資証券を発行しており、55% は政府からの出資となっています。残りの 45% は民間となっているのですが、どこの民間が持っているのかはずっと公表されていません。民間といっても驚くことに、個人が 40% も出資しているんです。一体誰が持っているんでしょうか。ここは国会でも何回か追及されたことがあるんですが、個人名やその国籍が公表されることはありませんでした。確認いたしますが、日銀の政府保有株の割合は 55% ですね。残りは誰が持ってますか。お答え申し上げます。出資者の氏名等に関しましては、個々の出資者の投資判断にも関わることでございますので、開示につきましては、適切というふうには考えてございません。委員長、原口和弘君。聞き方変えます。それは日本人ですよね。繰り返しになりますけれども、個々の投資者の出資判断、投資判断でございますので、こちらについては適切ではないというふうに考えております。委員長、原口和弘君。日本人であるかそうでないかも答えられないと今答えました。この辺はかなり闇を感じる部分なのですが、それは一旦置いておき、過半数以上を日本政府が持っている日銀の資産、負債は政府の連結ベースのバランスシートに載ってこないとおかしいんですが、なぜか財務省が公表している資料ではそのようにはなっていません。なぜこのような不完全な資料になっているのか、かなり悪意を感じるところではあります。本題に戻りますが、日銀の資産はだいたい730兆円です。負債も730兆円ぐらいあるんですが、負債の中身はほぼ発行銀行券と預金です。つまり日銀の負債はあってないようなものなので、資産700兆円くらいは持っていると考えていいんです。当座預金に500兆円も溜め込んでいるなんて狂気の沙汰にしか思えないのですが、この700兆円を先ほどの政府の連結バランスシートに加えると200兆円ほどのプラスとなります。なので日本の財政は極めて健全で全く問題ないと言えるんです。ちなみに景気が悪いのに金利を上げたりして国内経済にさらにダメージを与えようとしている日銀総裁のお給料はボーナス込みで年間3600万円くらいです。内閣総理大臣がだいたい4000万円くらいなのですが、どうでしょうか。
日銀総裁のお給料、私としてはこんなもらってるなら国の景気を良くするために、国民のためにもうちょっと頑張ってくれよと思ったのですが、皆さんのご意見もコメント欄で教えていただけると嬉しいです。一つ補足しておくと、日銀総裁を含めた日本銀行の職員の給料は税金で賄われているわけではなく、日本銀行の経済活動、利息収入などで生み出された利益から支払われているそうです。アメリカの最近の経済状況もちょっと見てみましょう。最近ではアメリカ売りが加速していると言われており、住宅ローン金利も高いところにとどまり、ドル売りが加速し、ビットコインは高値付近で推移しています。主要格付け機関すべてがアメリカ国債を格下げするなど不穏な空気が広がっています。アメリカの著名投資家レイダリオは、米国債はムーディーズが言うよりさらに悪い状況にあると警鐘を鳴らしています。レイダリオのチェンジングワールドオーダーはあまりにも有名ですが、アメリカが覇権を握り続けることができるのか注視していきたいと思います。アメリカはトランプ大統領になってから様々な闇が暴かれていて、かなり面白い状況になっているので、これはまた別動画でやりたいと思うのですが、イーロン・マスクが政府の闇について堂々と暴露したのはかなり衝撃的な内容でした。ちなみに最近ビル・ゲイツの闇についても生のインタビューでさらっと暴露しているので、そちらもついでに載せておきます。闇暴露ついでにバイデン政権の闇を暴露したマーク・ザッカーバーグのインタビューもおまけで載せておきますので、ぜひお楽しみください。 We saw a lot of payments going out of Treasury that had no payment code and no explanation for the payment. We'd try to figure out what that payment is, and we'd see that, okay, that contract was supposed to be shut off, but someone forgot to shut off that contract, and so the company kept getting money. You're not supposed to get it, but the government sent it to you, and nobody from the government asked for it back. Take, for example, the $1.9 billion given to Stacey Abrams, a fake NGO. Utter insanity. And by the way, she knew. Like when you get $2 billion, you don't miss that. That's not an accident. One of the biggest scam fraud holes we've uncovered, which is really crazy, is the government can give money to a so-called nonprofit with very few controls. They then give themselves extremely lavish, like insane salaries, expense everything to the nonprofit. This is happening at scale. It's not just one or two. We're seeing this everywhere. You may think that that the government computers like all talk to each other, they synchronize, they add up what funds are going somewhere, and it's coherent. And that the numbers, for example, that you're presented as a senator are actually the real numbers. One would think. One would think. They're not. Yeah. Okay. I call a magic money computer any computer which can just make money out of thin air. That's magic money. So how does that work? It just issues payments. 14, okay. They just send money out of nothing. Well, the government is run by computers, essentially several hundred computers that effectively run the government. Like even when the president issues an executive order, that's got to go through a whole bunch of people until ultimately it is implemented at a computer somewhere. And if you want to know what the situation is with the accounting and you're trying to reconcile accounting and get rid of waste and fraud, you must be able to analyze the computer databases. Otherwise, you can't figure it out. Because all you're doing is asking a human who will then ask another human, and finally usually ask some contractor who will ask another contractor to do a query on the computer. I mean, the fraud we're seeing is overwhelmingly on the left. Mm-hmm. I mean, it's not zero on the right, but these NGOs are almost all left-wing NGOs that are being funded, for example. They hate me because Doge is being effective, and Doge is getting rid of a lot of waste and fraud that people on the left were taking advantage of. That's what it comes down to. And the single biggest thing that they're worried about is Doge is going to turn off fraudulent payments of entitlements. I mean, everything from Social Security, Medicare, unemployment, disability, small business administration loans, turn them off to illegals. This is the crux of the matter. Yeah. Okay. This is the thing that why they really hit my guts and want me to die. I do want to ask you about US aid and the comments that Bill Gates made the other day, and I know that you called him. Yeah, he's a huge liar. Also, and I'm just who does Bill Gates think he is to make comments about the welfare of children, given that he frequented Jeffrey Epstein? Okay, well, he said he regrets those, and he spent a lot. But many times over with USAID and other organizations, when they said, "Oh well, this is going to help
children, or it's going to help some disease eradication or something like that. And then when we ask for any evidence whatsoever, I say, well, please connect us with this group of children so we can talk to them and understand more about their issue. We get nothing. Can we at least see a few kids? Like, where are they? If they're in trouble, we'd like to talk to them and talk to their caregivers. Okay, well, and then we let get me put this nothing in. as a response, because it's what we find is an enormous amount of fraud and graft. COVID was the other big one. That was also very tricky, because at the beginning it was, it's like a legitimate public health crisis. It just became very difficult to kind of follow. And this really hit the most extreme. It was during the Biden administration when they were trying to roll out the vaccine program. While they're trying to push that program, they also tried to censor anyone who was basically arguing against it. And they pushed us super hard to take down things that were true, right? I mean, they basically pushed us and said, anything that says that vaccines might have side effects, you basically need to take down. And I was just like, well, we're not going to do that. These people from the Biden administration would call up our team and scream at them and curse. And it's like, these documents it's all kind of out there.